本日は、これから様々なパスタ料理に挑戦する、前段階として、パスタの茹でについて研究します。料理チャンネルなのに、肝心なレシピが一向に増えていない。レシピを増やしていくためにも、頑張って研究しましょう。電子レンジでパスタを茹でる方法を実践してみたぞ。この2つの電子レンジ用調理器具を、比較しました。本題の前に、お湯でパスタを茹でる方法を復習しよう。パスタを茹でるのに使用する水は、1リットルちょうどにします。塩を 14g 入れて、塩分測定器で赤ランプが点灯すれば OK だ。最初に、茹で方の失敗例を披露しましょう。パスタを両端からねじって入れてはいるんだけどな。アルミ製の鍋なので、思い切り熱伝導してしまっています。パスタを焦がしてしまう。大失態だ。次は、小さい鍋でも失敗しない、パスタの茹で方を実践しましょう。パスタを扇状に広げないで、こうやって上から押し込んでいく。パスタはこれで OK です。では、ここからが本番ですよ。ダイソーで買える100円のものから先にする。実に単純な構造ですね。パッケージなしで、中に説明書が1枚入っているだけだしな。早速パスタを茹でてみましょう。1人前に対し、塩は小さじ半分だ。パスタ1人前、100g を入れます。ラインまで水を入れれば、準備完了となる。加熱時間は、パスタの量とワット数で違いますので、注意が必要です。蓋はしないで、電子レンジに入れる。茹で時間、5分のパスタです。600ワットで9分だな。蓋をして、お湯を切ります。茹で上がったので、盛り付けます。ソースはこれをチョイスしました。ボンゴレは、よくコンビニの弁当コーナーで買っているから、パスタ比較しやすい。これで完成といたしましょう。安物ソースの割には、美味しそうじゃないか。パスタの感触は、弾力があり良好ですね。オブラートに包んだ言い方をすれば、ソースがまずいのですが、全然オブラートに包んでいないだろ。口に合わなかったと、濁した言い回しにしてくれ。これに近い味を想定していたのですが、ちょっと再現度が。最安値の価格帯の割には、頑張っている方な味だろ。でも口に合わないので、もう一皿を食べるのは無理です。同じソースの方が、
パスタ比較をしやすいのだがな。パスタ自体の茹で加減や歯ごたえは、グッドだと思います。水の量も半分で済むし、これはこれで十分にありだな。お待ちかねの電子レンジ器具の登場です。商品名は、絶品レンジでパスタだ。お湯を循環させるので、鍋で茹でるよりも美味しい仕上がりになるそうです。説明よりも実践といきましょう。事前に必要量のお湯を沸かしておく必要がある。少しだけ塩を入れてみました。しっかりと蓋をする。600ワットですから、パスタの袋に記載されている茹で時間そのままを指定します。お湯がきれいに蒸発しているのがわかります。かすかに残っている茹で汁とパスタを10回以上入念にかき混ぜる。さあ、盛り付けてみましょう。今度はミートソースにした。価格帯は2食分で税抜き100円。先ほどのボンゴレビアンコと同じです。ミートソースならば、どんなに外れでもそれなりに食べられるだろう。盛り付けの絵面が、ものすごく汚らしいのですが、ダイレクトにかけるのは失敗だった。ミートソーススパゲティの出来上がりです。粉チーズを振りかけたが、見た目のチープさはごまかせないな。一皿55円の激安ソースですからね。パスタが冷えてしまって少し苦労した。超温 OK なソースでしたから、加熱なしで消えたままパスタに加えたのが原因でした。ソースに熱があり、最後にフライパンで仕上げれば問題ないだろう。先ほどとは、パスタのもちもち感と弾力が全く違いますね。ぶっちゃけ、茹で具合に明白な差は出ないと予想していた。それがまさか、こちらの方が明らかに美味しく感じるとは。最初は、引き分け前提の企画だった。優劣を判定すると、角が立ってしまいますからね。だから私は気を利かせて、同じソースにならないように、あえて自分が悪者になったのです。嘘をつくな嘘を。個人的な見解と断っておくが、今回の勝負は、絶品レンジでパスタの勝ちとさせてもらう。このミートソースも、お値段の割には美味しい代物でした。締めのセリフがそれかよ。あなたはもういない。ゼロに戻れない。チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。